いやー、ひめこさん。はい。いや、宮脇カメラマンと、メイクアーティストの井上佳代さん。いや、貴重なね、なんか話が聞けて、ちょっと大変なんか面白かったですね。なかなかね、カズさんも言ってましたけど、表立って喋ることってあんまりないじゃないですか。そういう人の話を聞けるっていうのは、多分、お客さんも気にはなってるところだと思うので、いや、貴重だなと思いましたね。じゃあ、その二人を経て、はい。今回はですね、マスクドアンバサダーのあの方に、いろんな話を聞いていこうと思いますけど、準備はよろしいですか皆さん。皆さん。はい。いや、一応俺客がいると思って喋ってるから。アリーナ的な、あれですか。そうそう、アリーナ的。はい。マスクドアンバサダーのレザー涼河さんです。どうぞ。いやー、どうもこんばんは、りょうがです。よろしくお願いします。お願いいたします。涼河さんがビジュアル系と出会うきっかけは何だったのでしょうか。そしてなぜバンドをやろうと思われたのでしょうか。小学生の時に僕、ルナシーテレビで見たんですよ。はいはいはい。その時に結構痺れてしまって、そこからもうどんどん遡ったりして、最終的にバンドをやろうって思ったのは、カゲロウです。カゲロウ。そうなんだ。もうカゲロウを見た時に、もうバンドやろうって完全に思いましたね。細かいこと言うと、大輔さんが客席にダイブしたんですよ。それがもう、俺これやりたいって思った。ダイブをやりたいと。だからそのためには頑張って、お客さんたくさん入れられるようにならないとダイブできないじゃないですか。できないね。ドカーン行ってね。だから、俺はもうカゲロウの大輔さんのように、客席にダイブする破天荒なボーカリストになりたいと思って、完全にバンドをやろうって思いましたね。なるほどね。じゃあ、マスクドでのライブでの、ダイブは、大輔さんの。完全に大輔さんの、影響をそのまんま受けてます。そうなんだ。今回のね、マスクドでの撮影に関して、2種類アーシャ撮りましたけど、レーザー涼河とニューマスク涼河で。周りの反響実際どうでした？2パターンが世に出た時の反響はすごかったですね。一番最初のマスクドのアーシャも、はい。なかなかセンセーショナルだったみたいで反響をいただいたんですけど、はいはいはい。やっぱり前回あれだったんで、今回、やっぱハードルが上がってたんですよね、自分の中で。そうだね。お客さんの中でも次どんなんやってくるだろうってね、期待値も相当上がってたからね。そうですよね。だから、今回、ニューロマスクとレザー2つで出ることになったし、極端な二面性をもう出すにはどうしようかって悩んだ挙句、2つを編み出して、編み出したね。それで、こんなんやろうと思うんですけど、どうですかって、五右衛門先生にも結構やりとりしたじゃないですか、細かく。苦悩した打ち合わせが実った反響が得られたんじゃないかなとは思いますよね。そうね、行き着いた先が好きになったっていうね。最近、若手の子で、りょうがくんがいいなと思ってるバンドっている？でも僕ちょっとね、写真見てより気になったのが、ルルのね。彼も今回のアーシャ見た時に、俺攻めてるなって思ったんですよね。そんなにアイメイクとかを派手にしてるんじゃなくて、自分の顔で日本の国旗を見せるみたいな。そう、ルルのねの彼ちょっと俺気になりますね。あとそう、スーパーノヴァ。はいはいはい。初めて僕このマスクドで知ったんですよ。どんなバンドなんだろうってちょっと気になりましたね。スーパーノヴァ。なんかこのマスクドの写真見た時も、いい意味でちょっと生意気そうな感じというか、ただなんやかんやこの世界に見せられてやってやるぜっていう、出てきてるっちゃ出てきてるんですよね。そうだね。底上げになる気がするんだけどな、このマスクドが。最後に、ビジュアル系を始めたいと思ってる方に、一言、涼河先生からお願いします。きっと人間は誰しも心の中で変身願望だったり、こんなことぶっちかましちゃいてえなっていうアナーキーな心誰もが実はどっかで持ってると思うので、それを最大限に活かせるのは僕ビジュアル系だと思ってるので、今まだ何も始めてない人も歌が上手くないだの楽器ができないとその関係ないんで、一回ねこの業界に飛び込んじゃった方が早いですよって言いたいですね。まずは昔の涼河くん見て飛び込めと。はい、ということで、涼河くん。はい。今週ついにね、マスクド本番日ですよ。いや、すごい。すごい。ここまでね、もう約半年ぐらい準備してきて、やっと本番なんですけど、涼河くんも2日間出ていただけるということで。いや、ありがとうございます。かませるように頑張ります。マスクドアンバサダーとして、はい。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。